2007年、韓国、ソウルで始まったある男の物語だ。2026年3月、ソウル中央地方裁判所の法廷に静寂が訪れた。裁判長がゆっくりと口を開く。被告人を無罪とする。その瞬間、傍聴席からおえつが漏れた。男は両手で顔を覆い、その場に崩れ落ちた。弁護団の一員である若い法学生が震える手で男の肩を抱きしめた。19年、その言葉の重さをその場にいた誰もが感じていた。男の名はキム・ジョンヒョン。1992年生まれ、無実を訴え続けた19年間がようやく終わりを告げた瞬間だった。法廷の外では支援者たちが涙を拭いながら抱き合っていた。報道陣のカメラが一斉にシャッターを切る。その光の中で男はひどく痩せた顔をゆっくりと上げた。目には涙が溢れていた。しかしその瞳の奥には長い戦いをようやく終えた者だけが持つ静かな光が宿っていた。一人の大学生が古い音声ファイルの中に嘘を見つけた。その発見が19年といる歳月を取り戻した。では全ての始まりはどこにあったのか。2007年、まだ15歳だった少年のごく普通の日常へと時間を巻き戻そう。2007年、韓国のとある地方都市に一人の少年が暮らしていた。彼の名はジュノー。1992年生まれのまだ15歳だった。朝は決まって早く起きた。母親が作ってくれた温かい朝ごはんを食べて古びた自転車にまたがる。坂道を風を切って駆け下りながら学校へと向かう。それが彼の毎朝のルーティンだった。特別裕福な家ではなかった。父親は工場で働き、母親はカートを掛け持ちしていた。それでも家の中にはいつも笑い声があった。狭いリビングで家族3人が肩を寄せ合い、夕食のテレビを眺める。そんな何でもない夜が彼は好きだった。学校ではサッカー部に所属していた。飛び抜けた選手ではなかったが、練習は誰よりも真面目に続けた。仲間に恵まれていた。放課後には仲間たちと近所のグラウンドに残り、日が落ちるまでボールを蹴り続けた。泥だらけのまま笑い合う時間が何よりの宝だった。将来の夢は体育教師になることだった。子供たちにスポーツの楽しさを教えたい。そう言うと、担任の先生は優しくうなずいてくれた。彼はその言葉を胸に刻んで、真剣に勉強にも向き合っていた。誰が見ても、普通の少年だった。いや、普通以上にまっすぐな、未来のある少年だった。しかしその年の秋、彼の日常は突然、音もなく崩れ落ちることになる。2007年の秋、韓国のある地方都市で、一つの通報が警察に入った。近所に住む少女が、性的な被害を受けたと訴えたのだ。被害を申告したのは少女の母親だった。娘の様子がおかしいと気づき、問い詰めた末に打ち明けられた。というのが経緯だった。警察はすぐに動いた。被害者の証言をもとに、容疑者として浮かび上がったのが、当時15歳の少年だった。1992年生まれ、泥だらけになりながらボールを蹴り、体育教師を夢見ていた。あの少年だ。なぜ彼が疑われたのか。理由はシンプルだった。被害者の少女と同じ地域に住んでいた。面識があった。そして、被害が起きたとされる時間帯に、確固たるアリバイがなかった。それだけだった。しかし捜査は、そこで止まらなかった。警察は被害者である少女への聴取を繰り返し、その証言を録音した。この時録音された音声ファイルが、後に最重要証拠として法廷に提出されることになる。少女の言葉は、一貫していた。少なくとも、表向きは、少年は否定し続けた。やっていない。知らない。しかし彼の声は、誰にも届かなかった。証拠として積み上げられたのは、被害者の証言だけだった。物的証拠は乏しかった。それでも裁判所は有罪を宣告した。少年は犯罪者とされ、そのまま社会から切り離されていった。夢も、仲間も、未来も、すべてが一夜にして消えた。そして間もなく、彼は法廷の被告席に座ることになる。そして2007年、少年はついに逮捕された。当時、彼はまだ15歳だった。1992年生まれの、ごく普通の少年だった。取調べ室に連れて行かれた彼は、何度も繰り返した。
やっていない、知らない、自分じゃない。しかしその声は壁に吸い込まれるだけだった。捜査官たちの目にはすでに答えが見えていた。被害者の証言があった。録音されたその声が全てを物語っているとされた。物的証拠はほとんどなかった。それでも捜査の方向は最初から一つだった。裁判が始まった。法廷に座った少年の目には何が映っていただろうか。裁判官の顔か、検察官の言葉か、それとも自分を見ようとしない人々の視線か。証拠として提出されたのは被害者の音声証言だった。その録音ファイルは確かなものとして扱われた。誰も疑わなかった。誰も調べようとしなかった。判決は有罪だった。児童への性的暴行、重い罪名が少年の名前に刻まれた。彼の否定は最後まで認められなかった。社会から切り離された。学校も友人も未来も全てがその日に終わった。しかし誰も気づいていなかった。証拠として提出されたあの音声ファイルに深刻な秘密が隠されていたことを、編集の痕跡が静かにそこに眠っていたことを。2026年、一人の法学部の学生がその扉を開くまで19年という時間が流れることになる。その間、彼は鉄格子の向こうでただ字を数え続けた。鉄格子が閉まる音は一度聞いたら忘れられない。金属が金属を噛む乾いた音、それが彼の新しい日常の始まりだった。2007年、まだ15歳だった少年は気づけば大人の罪を背負わされ、冷たいコンクリートの床の上に座っていた。最初の夜は泣くことすらできなかった。涙が出るのはまだ感情が追いついている時だ。あの夜の彼には現実を処理する言葉すら残っていなかった。 IMG、 薄暗い独房の中、壁にもたれて膝を抱える少年のシルエット。秘技は恐ろしいほど同じだった。起床、点呼、食事、作業、就寝、また起床、また点呼。季節が変わっても空の色が変わっても鉄格子の向こうの景色は変わらなかった。外では同い年の友人たちが高校に通い、恋をして大学へ進んでいった。彼にはそのどれもなかった。何年かが経つと怒りも薄れてきた。怒りを燃やし続けるには希望が必要だからだ。希望が消えた時、人は怒ることもできなくなる。それでも彼が完全には折れなかった理由が一つあった。母親の顔だ。面会のたびに老いていく母の顔、それだけが彼を現実につなぎ止めていた。絶対に生きて出る。声に出すことはなかった。ただ毎朝その言葉を心の中で繰り返した。19年という時間は奪われたのではないと彼は後に語る。奪い返すために耐えた時間だと。しかし外の世界では誰かがその扉を探し続けていた。諦めなかった人たちが静かに動き出していた。外の世界で炎を守り続けた人たちがいた。彼の母親は息子が逮捕されてから一日も信じることをやめなかった。面会のたびに弁護士に食い下がり、証拠の再検討を求め続けた。周囲からもう諦めなさいと言われるたびに静かに首を横に振った。母親にとって諦めることは息子を二度殺すことと同じだった。弁護士もまたこの事件から離れられなかった一人だ。担当を外れてからもファイルを手放さなかった。年に何度か古い書類を引っ張り出しては記録を読み返した。何かが引っかかる、そう感じながらも突破口は長い間見つからなかった。市民団体も動いていた。冤罪被害者を支援する小さな団体がこの事件に注目したのは2025年のことだ。担当者たちは各地の裁判記録を洗い直し、証人の証言に矛盾がないか地道に検証した。大きな発見はなかった。しかし彼らは諦めなかった。諦めないこと、それ自体がすでに戦いだった。19年という歳月はただ過ぎ去ったのではない。その間ずっと誰かが燃やし続けた炎があった。静かで小さくて、しかし決して消えることのなかった炎が。そして2026年、その炎が一つの部屋に届く。法学を学ぶ一人の学生の手元に当時の音声記録データが渡された。その瞬間まで誰もその中に隠された真実に気づいていなかった。しかし彼女の指先が
19年間誰も開けられなかった扉に触れようとしていた。19年という時間が静かに積み重なっていた。誰も気づかなかった。誰も疑わなかった。裁判所が下した判決は真実として固められ、そのまま歴史になっていた。しかし、2026年の春、ある大学の法学部の一室で、その歴史が音を立てて崩れ始める。彼女は法学を学ぶ一人の学生だった。授業でも、教科書でも、教わらなかったことを、彼女は独学で追い続けていた。冤罪、証拠の信頼性、デジタル、フォレンジック、それらは試験には出ない言葉だった。しかし彼女には、どうしても気になる事件があった。2007年に起きた、あの事件だ。当時、裁判の核心となったのは一本の音声ファイルだった。被害者とされた子供の証言を録音したものとして、法廷に提出された記録だ。誰もその内容を疑わなかった。声があった。言葉があった。それで十分だと、皆が思っていた。しかし彼女は、そのファイルを解析ソフトウェアにかけた。波形を見た。メタデータを読んだ。タイムスタンプを照合した。そして、息を飲んだ。ファイルは、一度ではなかった。複数回にわたって、編集されていた。録音の途中に、不自然な切れ目があった。音声の層が、重なっていた。本来つながるはずのない二つの声が、まるで一つの会話のように、縫い合わされていた。これは証拠ではない。これは、作られたものだ。彼女の手が、震えた。画面の前で、しばらく動けなかった。19年前に誰かが仕掛けた罠が、今この瞬間、初めて姿を現したのだ。彼女はすぐに記録をまとめ、弁護団に連絡を入れた。新たな証拠が、生まれた瞬間だった。そしてこの発見が、裁判所の扉を、再び開かせることになる。裁判所の扉が、再び開かれた。2026年3月、弁護団は新たな証拠を手に、正式に再審請求を申し立てた。提出されたのは、一人の法学部学生がデジタル、フォレンジックによって明らかにした、音声ファイルの改ざん記録だった。法廷は、静まり返った。19年前に証拠として提出されたその音声は、複数回にわたって編集されていた。被害者の声とされた部分は、別々の場面から切り取られ、まるで一つの会話であるかのようにつなぎ合わされていた。専門家による鑑定もそれを裏付けた。これは証言ではない。これは、誰かが意図して作り上げたものだ。裁判長は、静かに口を開いた。本件における確信証拠の信用性に、重大な疑義が生じた。再審の開始が、認められた瞬間だった。傍聴席にいた男の目に、涙が浮かんだ。彼は、1992年生まれ、2007年、15歳の時に逮捕された。それから19年間、彼はずっと、自分の無実を訴え続けてきた。誰にも届かなかったその声が、今ようやく、法廷に響いた。再審の公判が進む中で、捜査の矛先は新たな方向へと向き始めた。改ざんされた音声ファイル、その編集痕跡が示す、別の人物の影。19年という歳月を経て、真犯人への捜査が、静かに、しかし確実に動き出した。失われた時間は、戻らない。だが、真実は、必ず追いつく。彼の無罪が確定した時、この物語は次の問いを突きつける。19年間、本当に守られるべきだったのは、誰だったのか。と、無罪が確定した。その言葉が法廷に響いた瞬間、彼は動けなかった。泣くことも、笑うことも、できなかった。ただ、静かに目を閉じた。19年。それは、数字ではない。青春であり、青年期であり、本来であれば積み重ねてきたはずの、すべての時間だった。釈放の日、彼は拘置所の門をくぐった。出迎えた家族の顔は、老いていた。母親の白髪が、19年という歳月を、何よりも雄弁に語っていた。社会は、変わっていた。街の景色も、使う道具も、人々の話す言葉さえも、どこか見知らぬものになっていた。しかし、変わらないものもあった。彼の心に刻まれた傷は、釈放の瞬間に消えるものではなかった。国は、刑事保障を認めた。しかし、金銭が埋められるものには、限界がある。失われた青春は、
買い戻せない。壊れた人間関係は証明書1枚で修復できない。保証とは社会が負った罪のせめてもの証明に過ぎなかった。彼は今リハビリを続けている。社会復帰のための支援を受けながら一日一日を静かに積み重ねている。言葉数は少ない。怒りを表に出すこともない。ただある取材の中でこう語った。誰かのせいにしても時間は戻らない。だから前を向くしかないと。その言葉の重さを私たちはどれほど受け止められるだろうか。冤罪は終わった瞬間に終わるものではない。釈放された後もその人の中で静かに続いていく。社会が問われるのは無罪を認めた後だ。次回この物語の最後に一つの問いが残る。あの音声ファイルを改ざんした者は一体何を守ろうとしていたのか。そして19年間誰も気づかなかったのは本当に偶然だったのか。エピローグでこの物語の終わりと始まりに向き合う。19年という時間は戻ってこない。釈放された男性は今も静かに失われた日々と向き合っている。無罪が認められた朝、彼は何を感じただろうか。喜びだったのか、それとも空白だったのか。冤罪は終わった瞬間に終わるものではない。社会に戻っても記憶は消えない。刻み込まれた時間は判決1枚で上書きできるものではない。音声ファイルを改ざんした者は一体何を守ろうとしていたのか。そして19年間誰も気づかなかったのは本当に偶然だったのか。一人の法学生の指先が真実の扉を開いた。しかし本当の戦いはここから始まる。真犯人はまだ裁かれていない。あなたに問いたい。もしあなたの身近に見過ごされた証拠があったとしたら、あなたは立ち止まれるだろうか。正義とは諦めない者だけがたどり着ける場所なのかもしれない。